盆栽からしたらもったいない松盆栽生産日本一の高松の盆栽園北谷4004代目北谷隆一です。今回はこのちょっと裏向いてますけど、うちの一番いい玉慶という名前のね黒松を植え替えていくんですけど、一人では大変なんで、今日は僕4代目ですけど3代目が助手言ったらあれだな、まあ、一緒に協力してやるということで、はい、そんな感じでやっていきます。まずこのね鉢変えるにはこの鉢から一回抜いて、この砂とか余分なものを取らないといけないんで、その抜く作業から今からやっていきます。はい、じゃあ早速いけるかな。こっちを持ち上げる。持ち上げるわ。ちょっとじゃあ協力者もう一人たまたま今日言わせたうちの熟成さんの方にもじゃあどっちにあっちに傾ける。はい、せーの。いいよ。いける。ちょっと無理。もう一人白スタッフさんに重いんで、こっちからこう針金をね切りたいので傾ける感じですね、思いっきり。せーの。あとは上の針金を切って切るのある。よいしょ。で次はこれか。よいしょ。もう一個ここなかったかな。あ、これ今針金をね固定してた針金抜き取ったので、次は用土をちょっとある程度取って抜けやすくする作業をしていきます。ちゃんと覚えてないんですけど7年ぶりぐらいちゃうかなと。本当はもっと早くやった方が良かったんですけど、なかなか時期的にちょっと寒い時期なんであんまり無理はできないと思います。軽めでいきます。ちょっとすぐ抜けるかどうかのチェックを2人で今からやります。太い枝持った。せーの。すいません、助手の方お願い。せーの。全然ダメですね。まだ鉢にへばりついてる可能性があるのと、もしかしたら重すぎて今僕らの力で動かなかった可能性もある。もう少しほら。そうやな。ちょっともう一回やってみましょうか。やってみましょうか。いきます。せーの。お、いけた。いけました。これで鉢からしっかり分離したことが分かりました。まあ根の状態もそんなに悪くないなっていう中くらいのね、いい太さの根がいっぱいあるんで、結構どんなかなと思ったんですけど安心が得られそうな感じです。植木鉢抜けんやろ。抜けんか。だったらどうせあげるんならここに行った方が。この植木鉢を誰か固定してものを取って3人でここに移すという感じ。はい、じゃあ行きます。せーの。よし。行く？ちょっと待ってください。これは植木鉢抜いてもらった方が早いな。そうか。これ植木鉢何キロぐらい？15キロぐらいか。これの役目の人も結構パワーいるから、僕行こうか。植木鉢僕行こうか。とにかくこう多分こう抜く感じが一番高さがいらない。まあまああれです。そしたらあんたが抜くかい。うん。
でいけんそうなったらまたストップかけて仕切り直しで、 3人で上を持ち上げよう、持ち上げて、これを僕が、はい、この辺太い枝の裏側を2箇所見つけてもらったら最高です。この辺玉井さん、ここの中腹のこの辺の持ってもらって、裏からだったら大丈夫です。はい、せーの、はい、またいけた。オッケーです。いけた。完璧です。ちょっと寄せる。いや大丈夫です。ちょうどいいです。じゃあもうこの上で作業しようか。しっかりもう植え替えしないといけないなっていう根にはなってますけど、見た感じすごい状態はいいなと思ったらよかったなというところです。まあ今元の鉢からね抜いてみて根を見てるんですけど、こういう白根っていうんですけど、どんどん成長していってる。こういうのが活発にあるっていうのはかなりいい状態だなという。であとはもうこの太い根がね、この幅の中にどれぐらい厚みを持ってあるかっていうのが今から、分かるところなんですけど、不安でもあるというどう全部言っちゃったけど、まあ大丈夫だよ、ね、これだけ白根しとったら、なんかこれぐらい厚さが取れるか、ね、薄くなるか、これぐらいにはしないといけないから、ここから下は切り取るぐらいかなというとこですね。いきますか。どう行こうか。最初この置いたまんまで2人で行けるとこまで行こうか、ある程度は。こういう瓦を割るようなね金槌で2人ともなんですけど、これぐらいパワーの出る道具じゃないとねなかなかいけないですね。はい。まず片面取って、それでそこ行こうか。よいしょ。ちょっと下の方やっぱり根が黒っぽい、ちょっと中の方腐り気味な、腐ってはないけどちょっとそれっぽい雰囲気があるかな。水はけがちょっとよく6、7年経っとる割には砂がサラサラなのは成長が緩かったような感じが見受けられますね。どうですか父親さん。そうやな。もうちょっと早めにやったらよかったね。やっぱ深すぎる鉢っていうのはちょっと難しいな。管理が難しくなるとこはあるかなっていう。はい、この座布団をのけます。よいしょ。ほんまはこれだけ植え替えしてなかったらこの砂がねもっと追い出されて根っこばっかりの今度反対行きます。方が良かったんですけど、でも結構そんなに鉢の縁だけで中の方は綺麗な根をしてる感じですね。まあまあいけちゃったよ。もうこの感じで、太い根はここにちょっとこれ塊の太い根があったんですけど、これをちょっと削り取らないかんかなとで。はい、一回戻してみますか。さあじゃあちょっと正面を持ち上げますね。はい。もうねだいぶ砂が抜いたんで軽々といけるようになりました。この黒いところがあんまり調子が良くないところやな。どこですか？この黒っぽいところね。よし。
はい戻して、はいうんあちょうど回ったわ、うんよしそっち向けてちょっと待ってこれぐらいでいこうかせーのよいしょこれぐらいしときましょうか。それなんかそこになんか塊なかったちょっとだけうんそれあるがけど大丈夫。いけそういけそう。まあ浅く植えようかうん、あとこれ切れるハサミで上切ら切れるちょうどあるこれめっちゃ切れるこっちもあるいけるじゃあその間に鉢の表面をきれいにしようか余分なね上についてる用土をちょっと減らします持ち上げようか、一回持ち上げようかはいはい斜めにして了解この作業もよく切れるハサミで切った断面が綺麗な方が次根が出やすいのではい、そういうのに注意した切り方が必要です。要は根の先がささくれみたいになるとそこからね根が出にくいんですね。水も養分も吸いにくくなるし。これぐらいです。こっちは、はい、じゃあ全く反対側を。まあ、どうしようか。よし。せーの。はい。はい、オッケーでしょ。はい、よいしょ。表面を。で、ちょっと表面を余分なのを僕がちまちまと。まあ雑草だったりとか根がきれいに見えるためのその邪魔な泥をのっけてる感じですね。この根の流れがよく見えるように。まあ軽くですね。あんまり。さあちょっと寸法をね厚さを軽く測ってみます。下から15センチぐらい、正味15センチかちょっと超えるぐらいで、鉢の深さはこれ植える鉢なんですけどこれぐらいかな。16センチぐらいだから、どうしよう、差が1センチぐらいしかないから、もうちょいそこ取る？もうちょいそこ取りましょうかね。あと1センチぐらい取って
まあちょっと浅い感じの植え方にしていくかなという、はい、こんな道具を持ってきました。はい、これでガチッと根のコブみたいなとこを切っていきます。この根のコブ、これがね厚みを増してる原因なんで、よいしょ。いや、こんな感じでね、ちょっと次あとハサミで切るかな。まあこんなもんかな。浅く植えますか。これぐらいで、はい。いい戻します。はい。よいしょ。結構もか、上のこの砂をねちょっと削ってあえて上から厚みをねなくしていくっていうのもありかな。だから浅植えしたらええや。浅植えしよっか。僕がさっきから言ってる浅植えっていうはなんだろうな、鉢のこうね用土の面が、例えば今がこれ標準だとしてこう植えたらね深く埋まる感じで深植えみたいな。でこれをちょっとこう出すような感じで用土の面をちょっと下の方に下げて上にいっぱい出てるような状態にするのを浅植えみたいに呼んでます。他の人呼んでるかどうかわからないですけど、うちではそんな感じです。じゃあ今からね鉢も網と固定用の針金をつけてるんで、ここに底綱ですね、鉢の、木のね下底に当たる部分、底綱っていうんですけど、それの準備をしていきます。これがね軽いし結構入ってるんですけど結構軽いんです。これ日向土っていうんですけど、まあ水はけを良くするため、空気も水もよく通すみたいな感じで粗めでね、はい、これをちょっともう一人で来た軽いわーってね、こんなもんでちょっと一回ですね、あんまりいっぱい入れたら木があまりにも出過ぎる。もうちょっとかな、もうちょっとか、もう次スコップでいっちゃう。もうちょっといく、はいはいはい。底網が隠れるぐらいで、こうね底の網を隠して、はい、よし、こんなもんかな。はい、こんなもんで水はけがバッチリです。で次はこれがまあ主要な土になるんですけど今さっき入れた日向土を軽く隠すように、元のね木の鉢、根っこがね、根っこの塊がお椀型やったから僕は平らでええんかなと思ったんですけど、もうちょっと真ん中ね、持ってこれで接地面をきっちりした方がいいと思います。しっかりこう隙間ができんようにするためのちょっと山盛りもうまき散らす。いける？行ってみようか。いけたな。オッケーオッケー。じゃあ横から落とそうか。よいしょ。上げて。2人でいけるかな、2人ちょっとじゃあすいません、ご協力この台車の方取っ手の方来てもらって押さえとってもらった、はい、でそっち1人ひょっと行ってもらいましょうか、はい、はい、枝の裏側をこう持つような、はい、いきます、せーの、はい、よし、入ってしまえばもうこっちのもんでそれ
これで今から向きいろいろ角度、しっかり見ながら調整していきます。よいしょ。お、結構いけそう。いい感じやね。もうちょっと前やる。いや、ちょっと待って、切る邪魔な根がおる。であと正面、正面決めがね親子でよく意見が食い違うから。寝起き。まず正面。右にくしちょい左。今僕がと思ったとこを今もう一回親父が見ます。親父父が見ます。ちょっとでも後ろ倒れてるから、もうちょっと前のめりがいいかも。後ろつないで。つないでよっか。前でも抑え込みながら入らん。ちょっと入らん。ちょっと後ろもなよけ出とるからあんまり。ちょっとこっちから角度いってみる。いける。寝起きどうですか。寝起き前後の倒れ方。ちょうど良さそうな感じには見える。なんなら後ろがちょっと上がってるからもともと植わってた時より前のめりになってる可能性もあるぐらい、このいいんじゃないですか。ここからの傾きはちょっとチェックしてみて、後ろはしゃあないか。もうこれぐらいで行こうか。はい、OK です。いいんじゃないですか。これね一回植え付けたらねもうあと 2,3 年は触れないんで結構この角度決めは大事です。案外ねこうやっていいなと思って植え付けた後もね植え付けた後にねもうちょっとこうだったなってあるんで、ちょっと左へ寄ってもちょっと遠目で見てね。ちょっと反時計回りにした方がええんではなかろうかこちょっとだけちょっとだけほんの少しはい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 いやーこれ朝植えでちょうどよかった、よかったな、粘りも見えるし、日が不当に見える。オッケーオッケー。しようかしましょう。しようか、じゃあこもれ以上細かい向きはもうこれでOK です。まあ今ねよく意見の合わない2人が一致したとこなんでもうこれはもういいだろうということで、そういうことです。この回転具合がねよく揉めるんですけど今回は特に揉めずにちょうどいいとこになったんでもう今回これで決定ということで、あとねこの前後の倒れ方とかねこの左右のこう水平かどうかとか、水平がいいっていうことではないんですけど向きがどうかとか今チェックしてこれで決めたというはいそんな感じです。 OK です。いやこれで結構だと思いますよ。鉢が大きすぎて不格好になるか思ったけれどもこうやって植え付けてみたらちょうど良い形で、雰囲気になったと思います。それこそ鉢だけの時と本当感覚今変わってるんですけどちょっと明るい色すぎるかなと思うとこもあったんです正直今言っちゃいますけどねでもいざ入ってみたら意外とっていうか多分鉢作る人は分かってたと思うんですよ大概ねこういうのでいい色合いだなと相性いいなと、あとこれもねこの
これなんて言ってたか忘れたけど、これも1本入れた方がええんじゃないかというね、鉢の作家さんからのアイデアでね、これもちょうど良かったなっていう。完璧な手作り鉢ね、そう、これで動かないかどうかのチェックします。動かんね。はい、これで固定は OK です。こうか、動かなくなったんで固定されたんで、あとは砂を入れてしっかり詰めて、水を最後抜いてみたいな、それで完了になっていきます。では今から砂をどんどん入れていきます。用土の説明はええんか。用土ね、この今入れてる用土ですけど、石の粒、加工土かな、加工管なのかなと、赤玉とちょっと桐生のね、ちょっと大きめのわざと混ぜてます。水はけ重視で、表面はちょっと細かいだけでいくから、ある程度でこれで詰めてロードする。次また違う砂持ってくる。今砂入れただけではね、なんか隙間が多分あると思うんで、これをこういうんでつついて、もうここだけでも今かなり砂のこの水位というか、砂のがね深く入り込んでいるのが分かると思います。ちょっとこうグスグスとしただけで、これぐらいね、鉢の表面ぐらいあったのがちょっとこうするだけで中に入ってね、砂が減っていってますよね。これをしとかないと中で空洞になってやっぱ根が伸びにくいと。大きいんでかなり手間がいる作業ですね。水はけのためにね、粗めの砂を混ぜてたのから、表面の美しさのためというか、あんまり大きいのゴロゴロしてるのかっこ悪いんで、ちょっと細かめの砂に変えていきます。よし。もうあるよこっち。はい、実際植えてみたんですけど、どうでした？最初想像したよりはずっと良くなりました。ね、もうバッチリです。そう。こんなにうまくいくとは思わなかったね。そう。植え付ける前はちょっと鉢の大きさを気にしてたんですけど、いざ植えてみたらちょうどよかった。でしっかり砂も入ってね、もうこれ完成形ですけど、もう間違いないなと、よかったなという、感じです。よかったです。じゃあしっかり植え付けができて、固定もちゃんといけて、前後の奥行きのね幅の大変そうなのもうまくいって、もう何かしらとりあえず根も良かったんでうまくいったということで、この玉茎の植え替えの、作業完了という感じでいいかなと思います。で本日は以上です。盆栽からしたらもったいない北谷養泉4代目と
3代目です。でした。ありがとうございました。